北海道札幌市からこんにちは。札幌観光絶対に失敗したくないあなたへ、今日から使える札幌の歩き方を教えちゃいます。早速行ってみましょう。さて、スタート地点はここ創成川。川がスタート地点ってどういうことって思いますよね。実はこの川、札幌の道しるべだったんです。そう、この創成川、ただの川じゃないんです。札幌の始まりを語る上で超重要な存在なんですよ。時は遡ること江戸時代の終わり、ここに用水路を掘ったのがその名も大友亀太郎さん、通称亀ちゃん。しかもこの亀ちゃん、なんと二宮金次郎の弟子なんです。間違いなくストイックな人ですよね。で、なんで川を掘ったのか。そう、農場を作るため。水を引くためになんと4キロのどでかい水路を手作業で掘っちゃったんです。重機やブルドーザー、そんなのあるわけない。時代は江戸時代末期。しかも完成までたったの4ヶ月。作業した人数は450人。もちろん退職代行もない時代。人力、スコップ、汗と根性、まさにブラックロード。でもこの大友堀が後の創成川になるんです。つまりこの札幌のスタート地点はこの川だったわけなんです。札幌の住所って5番の目になっているのは有名ですが、実はその基準になっているのが創成川と大通公園なんです。この2つが札幌の縦と横のゼロ地点。創成川を挟んで東と西、大通公園を挟んで北と南に分かれてるんです。つまり住所に書いてある北何条、東何丁目って全部この交差点からの位置で分かるってこと。地図がなくても大体どこにいるか分かっちゃう。これを知ってると Google マップのお世話になる機会がぐんと減って札幌の景色を楽しめちゃいますよ。創成川と大通公園はこの町のルールブックだったんです。そして創成川は運河としても大活躍。パナマ運河のように水門をつけて水の量をコントロール。船で物資をどんどん運んで札幌の発展に貢献したんです。だからここに市場がある。創成川のすぐそば、南2条にあるのが、そう二条市場。海の幸がずらりと並ぶ札幌グルメの聖地です。そして市場の近く、札幌のど真ん中を西に伸びるにぎわいストリート。それがたぬき工事商店街。創業150年超えのレジェンド級アーケード商店街。全長はなんと約900メートル。アーケードだから雨でも雪でもへっちゃらです。1丁目から7丁目まで、グルメにお土産、レトロ雑貨に最新カフェまで、とにかく何でもありの札幌ごったにエンタメストリート。さあ、どんな出会いが待ってるのか、歩いてみましょう。たぬき工事1丁目、いきなりディープな空気漂ってます。ここ1丁目は観光っていうよりローカル感たっぷり。ここが札幌の中心ってなるかも。それがまた魅力なんです。たぬき工事2丁目にやってきました。
こにあるのが話題のグルメスポットたぬき小道。ランチに昼飲み、夜飲み、一人飲みまで北海道の美味しいがぎゅっと詰まった食のワンダーランド。このビルには20もの飲食店が入っているんです。寿司にジンギスカン、海鮮丼に鉄板焼き、焼き鳥に大衆酒場、もう全部食べたいってなっちゃう豪華ラインナップ。早速中に入ってみるとテンション上がること間違いなし。昔ながらの横丁みたいな雰囲気で、両側にずらっとお店が並んでます。所狭しと並ぶ屋台風のお店。まさにここはたぬき工事グルメのテーマパーク。そして今回私の一押しがこちら、四八鮮魚店。昼は海鮮丼専門店、夜は居酒屋スタイルで楽しめる鮮魚店直営の本気すぎるお店なんです。店頭に並ぶ新鮮な魚たち、もうこの眺めだけでテンション爆上がり。そして今回いただくのは本日の海を感じる日替わり海鮮丼。見てこの立体感。ネタは全部分厚くて、もう見るからに新鮮そのもの。白身は特製の昆布醤油で、脂が乗ったネタは九州醤油でいただきます。どっちも相性抜群。しかも店員さんが丁寧にネタの説明までしてくれましたが、ちょっと魚の名前を忘れてしまいました。多分おひょうと石餅ガレーだったと思います。それにしてもビジュアル、鮮度、ボリューム、コスパ全部丸。まさに札幌グルメのど真ん中。ここで食べなきゃ絶対損です。さて、お腹も心も満たされたところで2階へ。実はこのたぬき小道、グルメだけじゃないんです。2階にはたぬき工事の歴史がわかるミュージアムコーナーがあるんですよ。昔の映像や懐かしい映像がいっぱいあって、思わず見入っちゃいます。150年の歴史を持つたぬき工事の知られざるストーリーをちょこっと体験。グルメのついでにプチタイムトラベル。食べて飲んで学べるたぬき小道。ぜひ2回も忘れずチェックしてみてくださいね。たぬき小道のすぐ隣にはセイコーマートたぬき工事2丁目店があります。店内の壁にはたぬき工事の歴史を写真付きの年表パネルで紹介してるんですよ。そしてこのチャンネルでは北海道ローカルコンビニセイコーマートもよく特集しています。新商品の紹介や限定グルメのレビューなどなど盛りだくさん。チャンネル登録をしてぜひ他の動画もチェックしてみてくださいね。たぬき工事2丁目には北海道のビール文化を感じられる老舗ビアホール札幌ライオンもあります。レトロな雰囲気の店内で飲む生ビールは格別の一杯。
2丁目はグルメの宝庫なんですが、ここから3丁目に入るとまたさらに楽しくなってくるんです。お店の雰囲気もぐっと変わって街歩きのワクワク感がアップ。さあ次はたぬき工事3丁目を進みます。この辺りから一気に人通りも増えてきて、街のにぎわいもパワーアップしますね。実はこの3丁目と4丁目の地下には地下街が広がっていて、札幌の交通とショッピングの要所になってるんです。そしてその地下にあるのが2023年にオープンした話題のスポット、もゆく札幌。もゆくはアイヌ語でタヌキを意味する言葉。たぬき工事にぴったりなネーミングですよね。ビルの地下2階には個性豊かな飲食店がずらりと並ぶもゆくダイニングがあります。屋台風のたぬき小道とはちょっと違って、こちらは洗練された大人の雰囲気。仕切りのない開放的な空間でゆったりとお食事やお酒が楽しめちゃいます。どのお店も個性豊かで、どれにしようかなってつい迷っちゃいます。昼は気軽にランチ、夜はしっとりディナーや一杯なんて使い方もいろいろ。たぬき工事の地下に広がるもう一つのグルメスポット。地下でもしっかりたぬき工事らしさが味わえる、そんな時間でした。地下でこんなに楽しめるとは、たぬき工事奥が深い。さあたぬき工事の楽しさはまだまだ続きます。4丁目5丁目はたぬき工事の中でも一番のにぎわいスポット。観光客も地元の人も集まる、まさにたぬき工事の中心地です。お土産探しやショッピングにぴったりのエリアで、個性豊かなお店がずらりと並んでいます。そしてさらに6丁目へ進むと、あの花園団子で有名な老舗新倉屋が登場します。たぬき工事で長く愛される和菓子店、札幌新倉屋。もともとは小樽で120年以上の歴史を誇る老舗新倉屋からのれん分けされたお店なんですよ。新倉屋は人気アニメゴールデンカムイにも登場した花園団子で知られています。1階ではお団子や和菓子を販売していて、2階は昭和レトロな雰囲気が漂う落ち着いた喫茶スペースがあります。今回は花園団子5本セットをいただきます。カラフルで見た目も可愛くて、しかもコーヒー付き。お団子はもっちもちでしっかり甘くてどこか懐かしい味わい。食べるたびに心がほっと温まります。ボリュームもたっぷりで大満足。一人でのんびり味わうのも良いですし、お友達とシェアするのもおすすめです。札幌の昔ながらがぎゅっと詰まった新倉や、たぬき工事巡りの休憩タイムにぴったりなので、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。さて、ほっと一息ついた後は、すぐ隣にある札幌ラーメンの名店キライトを紹介します。ここは昔ながらの味噌ラーメンが楽しめるお店。
見てください、このビジュアル。山盛りネギのインパクトがすごい。スープは味噌なのにとってもすっきり。濃厚系が苦手な人でもこれは美味しくいただけると思います。ネギだけじゃなくもやしや玉ねぎもたっぷりで、まさに野菜マウンテン。そして注目のポイントは底の方に味が溜まっていること。これは札幌味噌元祖の味の三平と同じ系統では、しっかり混ぜて食べると麺との相性がバッチリ決まります。チャーシューは入っていませんがひき肉がたっぷり。これも元祖札幌味噌ラーメンの特徴。食べ進めるほどに癖になる一杯です。地元の常連さんにも愛される札幌味噌ラーメンの真髄。たぬき工事に来たらこれは外せませんよ。さて、賑やかなたぬき工事6丁目を抜けてアーケードを進むと見えてくるのがたぬき工事7丁目。ちょっと落ち着いた雰囲気に変わって、ここからはディープな札幌グルメが潜んでいるエリアです。たぬき工事7丁目を右へ。そこに現れるのはなんとジビエ料理専門店、旅人キッチン。北海道の熟練ハンター直送。新鮮なエゾシカやヒグマの肉を使ったここでしか食べられないジビエメニュー。これが熊肉ステーキ。契約ハンターが仕留めた希少なヒグマ肉を豪快にステーキで。でも熊肉って癖があるんじゃって思うでしょう。食べてびっくり。全然癖がない。脂っこくない。上品でジューシーで旨味が深い。北海道のうまいがぎゅっと詰まったまさに旅人の胃袋をつかむ名店。ジビエ料理初心者にもおすすめの一軒です。札幌のど真ん中を楽しむたぬき工事ぶらり旅。歴史にグルメに見どころがぎゅっと詰まっていて一日じゃ足りないくらい。実はまだまだ紹介したいお店がたくさんあるんです。これからも旅に役立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。たぬき工事は何度歩いても魅力的。歩いて、食べて、ちょっと休んで、そんなゆる旅にもぴったりな商店街です。この動画が皆さんの北海道旅行のヒントになれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。